こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回はハロー効果という心理現象についてお話ししたいと思います。ハロー効果というのは、誰かを見たときに目立つ一つの特徴に引っ張られて、その人全体を同じように評価してしまう心の動きのことです。この言葉は英語で五光を意味するハローという言葉から来ています。一つの輝く特徴が五光のように周囲まで影響し、実際以上によく見えてしまう状態を表しています。このトークでは、ハロー効果が日常の中でどんな形で現れるのか、そしてそこに潜む落とし穴についても触れていきます。その上で影響を受けすぎずに相手をできるだけそのまま見るためのヒントもお伝えします。それでは早速始めましょう。例えばですが、高級ブランドのロゴが入ったスーツを着ているビジネスパーソンを見ると、仕事ができそう、経済的に成功していそう、信頼できるといった印象を抱く人も多いのではないでしょうか。本人の能力や人柄をまだよく知らなくても、服装という一つの特徴に引きずられて全体を判断してしまうんです。有名大学の出身者に対してもハロー効果は強く働きます。履歴書に東京大学卒業と記されているだけで、頭が良いという評価にとどまらず、努力家、責任感があるなど、学歴とは直接関係のない特性まで高く見積もってしまうことがあります。学歴という一つの要素が、その人の人格や能力全般の印象にまで影響を及ぼしてしまうんです。職場でも同じようなことが起こります。例えば、会議で流暢に話せる社員がいると、話し方が上手というだけで、企画力がある、マネジメントもできるはずだ、プロジェクトを任せても安心だと思われてしまうことがあります。でも、話す力と実務を進める力や管理能力は別の資質です。それにもかかわらず、一つの目立つスキルが他の能力の評価にまでつながってしまうんです。このようにハロー効果は私たちの受け止め方を歪め、判断を誤るきっかけになりかねません。ここまで取り上げてきたのはポジティブハロー効果ですが、逆方向に作用するネガティブハロー効果も私たちの日常に大きな影響を及ぼしています。ネガティブハロー効果は、一つの否定的な出来事や要素が全体の評価を下げてしまう現象です。例えば、面接に遅れてしまった応募者は、たとえ優れた経験や能力を持っていても、仕事もできないに違いないと受け取られてしまうことがあります。遅刻という出来事が、その人への印象全体を悪くしてしまうんです。服装の乱れもネガティブハロー効果につながります。シャツにシワがあったり、靴が汚れているだけできちんと働いてくれないだろうといった印象を与えてしまいます。実際の仕事ぶりと関係がなくても、外見の一部が全体の評価を引き下げてしまうんです。また、過去の一つの失敗が長い間印象に残り続けることもあります。以前のプロジェクトで大
大きなミスをした社員は、その後どれほど成果を重ねても、あの失敗をした人だからまた何か起こすのではないかと見られ続けることがあります。過去の出来事という一つの特徴が現在の能力や姿勢にまで影を落としてしまうんです。このように一つの良い特徴が全体の評価を押し上げることがある一方で、一つの悪い印象により全体の評価が大きく下がってしまうこともあります。ハロー効果の厄介なところは、私たちが自覚しないまま判断を歪め、大切な意思決定に悪影響を及ぼしてしまう点にあります。個人の選択だけでなく、組織や社会全体にも影響を与えるんです。例えば、採用の場面では、面接官は応募者の学歴や前職の企業名、第一印象の強さに引っ張られ、実務に必要な力や組織との相性を正しく見極められないことがあります。その結果、華やかな経歴があっても、実務能力が十分でない人を採用してしまう一方、外見や経歴は控えめでも、実際には高い能力を備えている人を見逃してしまうことがあります。これは企業にとっても応募者にとっても望ましい結果とは言えません。人間関係においても、ハロー効果は思わぬ問題を引き起こします。外見が魅力的であったり、話しぶりが上手であったりすると、相手の人柄を知る前に信頼してしまうことがあるでしょう。その結果、深く関わった後で、こんな人だとは思わなかったと後悔することもあります。詐欺師や悪質な営業が見た目や話し方に力を入れるのは、この心理を巧みに利用するためです。職場での評価にも同じような傾向が現れます。声が大きく目立つ行動をする社員は、実際の貢献以上に高く評価される一方で、地道に成果を積み重ねる社員は評価が低くなりがちです。このような歪んだ評価が続くと、組織の士気が下がり、本当に力のある人材が離れてしまう原因になるでしょう。消費行動における影響も無視できません。有名ブランドや高額の商品を品質や自分に合っているかどうかを十分に検討せずに購入し、後になって価格に見合う価値はなかったと感じることがあります。マーケティングの世界でブランド戦略に多くの費用が投じられるのは、消費者のハロー効果を巧みに生かすためなのでしょう。では、ハロー効果の影響を受けすぎずに正しく判断するためにはどうすればよいのでしょうか。まず大切なのは、評価対象をいくつかの独立した要素に分けて考える習慣を持つことです。人を評価するときには、外見、コミュニケーション能力、専門知識、実行力、協調性など具体的な項目ごとに切り分けて、それぞれ別々に評価するようにします。一つの特徴が他の項目にまで波及しないよう、意識的に区別してみるよう努めます。また、第一印象だけで判断をせず、何度か接する機会を持つことも欠かせません。
私たちは最初に受けた印象に心を引っ張られやすいものですが、その傾向を理解した上で、後から得られる情報を丁寧に拾うという意識を持つと、見え方が変わってくるかもしれません。初対面での印象は強く残りますが、時間が経ち、別の場面で関わるうちに自然と見えてくる振る舞いこそ、その人の実際の姿に近いと言えるでしょう。だからこそ、後から加わる情報を意識して大切にすると、最初のイメージに振り回されずに判断しやすくなります。採用面接で一度きりではなく、複数回の選考が行われるのもこうした理由からです。他の人の意見を積極的に取り入れることも、ハロー効果の影響を和らげる助けになるでしょう。一人で判断すると、どうしても主観的なバイアスに引っ張られがちです。複数の視点が加わることで、自分では気づけなかった側面や、ハロー効果のせいで見落としていた点に気づくことがあります。さらに時間をかけて判断する姿勢も大切です。重要な決定をするときには、一度その場の判断を保留し、少し時間を置いてから改めて考え直すことで、より落ち着いた視点で見つめ直すことができるでしょう。そして自分自身の判断の傾向を振り返ることも有効です。自分はどんな特徴に引きずられやすいのか、過去にどのような場面で判断を誤ったのかという視点で見直してみると、自分特有のバイアスのパターンに気づけるようになるでしょう。こうした自己認識は、これからの判断ミスを減らしていく力になります。今回は私たちの評価を歪め、判断を誤らせるハロー効果について、身近な実例や落とし穴、その影響を和らげるためのヒントをお話ししました。目立つ特徴に引っ張られてしまう心の働きは誰にでも起こるものですが、その存在を知っておくだけで、日々の選択や人間関係における判断をこれまでより適切に行いやすくなるでしょう。ハロー効果は良い印象でも悪い印象でも、私たちの受け止め方を簡単に歪めてしまうものです。だからこそ、一つの特徴だけに頼らず、いくつかの視点から相手を見ようとする姿勢が大切です。時間をかけて関わったり、他の人の意見を取り入れたりすることで、より正しい姿をつかみやすくなるでしょう。また自分がどんな特徴に影響を受けやすいのかを知ることも、これからの判断の質を高める助けになるでしょう。判断の誤りを完全になくすことは難しいかもしれません。それでもハロー効果を理解し、少し意識するだけで、人の見方も物事を選ぶ感覚も以前より確かなものへと変わっていくでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。